What's up? Welcome back to my channel. タキです。こんにちは。このチャンネルの全動画は日本語を勉強している人のための学習用動画です。僕は英語を勉強してて、その勉強方法は2つ。暗記で単語学習と YouTube でたくさん聞くことです。これは効果があると僕は実感しているので、日本語をたくさん聞けるように YouTube に日本語コンテンツを少しだけ増やそうと思います。よーし、それでは今日の冒険を始めます。今日の予定は、エンダーマン。なぜ？ちょっと待って、痛い。ここ僕の家。あ、ラッキー。いいものを手に入れた。どこから来たんやろ？ちょっと後で調べよう。さて、今日はアクアリウムを作りたいので、まず魚を集めます。前までは砂漠へ行くときはボートで行ってたけど、今日からはもうボートを使いません。その代わり、ガスト！でっかい！いた！なんでここに？こっちの家がボロボロになった。ひどい。ちょっと修理しよう。ここはライトが少ないからモンスターが出てくるのかも。ライトを増やして明るくします。よし、これで OK。行ってきます。前回の動画で作った遠くの場所まですぐに行けるショートカットの道。便利。これを通って砂漠の近くの暖かい海に行ってお魚とかを集めます。今、日本は冬でめっちゃ寒いから暖かい場所とか羨ましい。暖かい地域に来ました。夜や。とりあえず寝ます。おやすみなさい。おはようございます。さて、アクアリウムを作るために必要な素材をこの暖かい海で集めます。皆さん、日本語の学習は順調ですか？言語学習って大変ですよね。僕の英語学習は実は順調です。以前は理解できない YouTube 動画が多かったけど、最近は理解できるコンテンツが増えました。新しい言語って何度も聞いて勉強を続ければ習得できると思う。僕は最近言語学習のことで気づいたことがあります。新しい言語をペラペラにフルエントに話すために重要なのは無意識だと思いました。無意識。昔僕はバンドでギターを弾いてて、ある日突然ボーカルの人が練習に来れなくなって、とりあえず僕が代わりにギターを弾きながら歌うことになりました。ギターって右手と左手が違う動きをするけど、さらに全然違うリズムの歌も同時に歌うのは、最初は結構難しかったけど、練習を続けるとできるようになりました。10年後にはめっちゃ簡単になった。ギターは最初は難しくって、左手のどの指がどの弦のどこを押さえてって頭で考えながら弾くと大変やけど、慣れてくるとそんなことは考えなくても弾けるようになります。ピアノも同じで、最初は難しい。
たくさんの指を同時にバラバラに動かすなんて信じられない。でも練習を続けたら指の場所とかは考えずに楽譜を見ながら弾けるようになります。ピアノの先生が言ってたけど、それって無意識だそうです。確かにギターと歌も無意識でした。一つずつの指のことは考えなくても、コードを見れば聞いたことがない曲も弾ける。きっと言語学習も同じで、文法とか語段バーブとか複雑に頭で考えなくっても、慣れれば無意識に話せるようになると思う。自分の国の言語は文法とか考えなくっても話せるのと同じように、大切なのは練習を続けることです。何の音や？上のフロアで村人の声みたいな音が聞こえた気がする。うちの家に村人はいないはずや。あ、モンスターに襲われてる。今日多くない？今日僕はモンスターに好かれる日やな。もう平和に暮らしたいのに。このグレーのおじさん数が多いし、ひどい。いや、グレーのおじさんは僕か。死ぬかと思った。モンスターが多い家は危険や。さて、アクアリウムを作ります。無意識の話をしてる間に、部屋の横にスペースを準備しました。ここにめっちゃたくさんの水を入れます。僕は今日は指を動かしすぎたかもしれない。魚を集める、壁を掘る、水を流す、この動画を作る。なんか腕が痛くってクリニックに行ったら先生からマウスをクリックしすぎですって言われました。指をたくさん動かして腕が痛いのって変じゃない？なんかでも本当にそうらしいです。パソコンの使いすぎには気をつけてください。よーし。今さっき集めたサンゴ礁を適当に置いて、ちょっとカラフルな感じになってきた。そういえば、今日本当はクリスマスっぽい何かを作ろうかと思ってたけど、やっぱりやめました。最近は結構動画を作るのに時間がかかるから、間に合わないかもしれないと思ったのと、もう一つ理由があって、最近は世界中のいろんな会社とかでメリークリスマスって挨拶しないって聞きました。本当か嘘かは知らないけど、なんか多様性？ダイバーシティみたいな、いろんな国や宗教の人がいて、クリスマスのお祝いをしない人もいるからって聞いて、ああ、なるほど。確かにって思いました。正直に言うと、僕はそんなにクリスマスが大好きってこともないし、まあいいかって。でもこの季節は街にたくさんイルミネーションが増えて綺麗で、それは好きです。なんか魚がいないと思ったらみんな集まってる。もうちょっとバラバラに泳いでほしいんやけど、みんな仲良しなんやな。いいことです。なんか攻撃された。ダメージ。あ、息が。しまった。忘れてた。水の中にいたんやった。危なかった。
気軽に泳げるアクアリウムのはずが、気軽に溺れるアクアリウムになりそうやった。なんかちょっと壁がシンプルすぎてつまらないかな。まあいっか。また今度もうちょっと改造しよう。よし、今日はここまでにします。もしよかったら気軽にコメントを書いてくれるとめっちゃ嬉しいです。僕の動画を見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。まだいますか？ここからはストーリータイム。今までより少し早い自然な日本語で雑談する時間です。まあ、さっきまでもだいたい雑談してたけど、これ泳げるのすごくない？まるで水族館みたい。いや、水族館では泳げないな。あ、そういえば銀座のアートアクアリウムはおすすめの場所です。東京に来る機会があれば行ってみてください。あ、そうそう。見てこれ。時計を作ったんですよ。ここ地下で空が見えないから時間がわからなくって、でもこの時計を見ても今何時か全然わからない。まあいいか。よし。今日のストーリータイムは僕の苦手なことの話。苦手なことは多いけど、僕は植物を育てるのが苦手です。例えば、20年くらい前に友達にもらった美しい葉っぱ。これを何年も育てるとめちゃくちゃ大きくなるって聞いてました。多分こんな感じになるはず。でも20年くらい育ててて、うちのは今こんな感じです。悲しい。ちゃんと育ててると思うんやけど、そういえば前に育ててたサボテンが枯れたんです。サボテンは砂漠でも育つのに、うちの家だと枯れる。呪われてるんかな。あと、マリモって知ってる？北海道のお土産とかで買えるけど、湖の底にいる丸くて可愛い植物。これ、こんな感じ。でも僕が育てると、これ。なんか最初は丸かったけど、いつの間にか分裂してバラバラになりました。おかしい。ちゃんと育て方をネットで調べて、その通りに育ててるんやけど、難しい。植物を自分で育てるのは諦めて、ゲームで育てます。あとは緑を増やす団体にお金を寄付しよう。さて、今日の動画はこの辺りで終了します。最後まで動画を見てくれて本当にありがとう。じゃあまたね。バイバイ。良いお年を。